あなたが運転席に座った瞬間、車がこう語りかけてくるかもしれません。脈が乱れています。少し酔いが回っていませんか？そんな未来がすぐそこまで来ています。三菱電機が飲酒状態を高精度に検知する技術を開発しました。この技術の凄さは、カメラだけで人間の脈拍を読み取るという点にあります。特別なセンサーを追加することなく、既存の車載カメラがあなたの肌のわずかな変化を捉え、心拍数から飲酒状態を推測してしまうのです。これは安全装置の話ではありません。追加コストをかけずに機能を増やすという自動車ビジネスにおける革命であり、見逃してはならない重要な技術です。一体なぜカメラの映像だけで心臓の動きがバレてしまうのでしょうか。その驚きの仕組みとこの技術が秘めた巨大な経済価値について詳しく見ていきましょう。一体どうやってカメラで体の中にある心臓の鼓動を読み取っているのでしょうか。この技術の正体は光の吸収を利用したセンシング技術です。私たちの心臓はオントのように血液を全身に送り出していますよね。心臓がドクンと脈打つたび、顔の皮膚の下にある血管には一瞬だけ多くの血液が流れ込みます。血液に含まれるヘモグロビンという成分は光を吸収する性質を持っています。つまり血流が増えた瞬間に皮膚はわずかに光を吸収して暗くなり、血流が減ると明るくなるのです。この変化は人間の目には見えませんが、高感度なカメラでは人間の顔はまるでホタルのように心臓のリズムに合わせて点滅しているように見えるのです。これを映像解析で捉えることで、体に触れることなく脈拍数を計測できます。実は静止している状態で脈を測る技術自体はスマホのアプリなどでも存在しているんですよ。しかし今回の舞台は走行中の車内です。道路の段差でガタガタと揺れ、窓の外からは木漏れ日が差し込み、トンネルに入れば急に暗くなる。カメラにとってこんなに過酷な環境はありません。微細な顔色の変化を捉えようとしても、振動や光のノイズが邪魔をして、通常なら計測不能になってしまいます。例えるなら、爆音が鳴り響くロックコンサートの会場で、隣の人のひそひそ話を聞き取ろうとするようなものです。そこで三菱電機は、独自の AI 技術マイサートを駆使しました。顔の特定の部分だけでなく、顔全体の微細な変化を追跡し、振動や光といった邪魔なノイズだけをきれいに消し去るアルゴリズムを開発したのです。このアルゴリズムで運転中でも高精度に脈拍を計測することが可能になりました。さらにこの技術にはもう一つ決定的な隠し味があります。それがセンサーフュージョン。ただ脈拍が速いからといって酔っ払っているとは限りませんよね。緊張しているだけかもしれないし、運動直後かもしれません。そこでシステムはカメラの情報に加えて車の動きも同時に監視します。ハンドルの操作がわずかに遅れている、車線からはみ出しそうになった。こうした車両の挙動データと脈拍のデータを掛け合わせるのです。激しい運動をしたわけでもないのに脈拍が異常に速く、かつハンドルの反応が鈍い。通常眠気だけなら脈は穏やかになるはずですが、アルコールが入ると脈も速くなる傾向があります。こうしたアルコール特有の生理反応と運転操作の矛盾を AI が総合的に判断するのです。顔色を変えずに済ましている隠れ飲酒や自分では気づかないレベルの酒気帯びさえも高精度に見抜くことができるのです。ドライバーは特別な機械に息を吹きかけることも指をセンサーに当てることも不要です。ただいつも通りにハンドルを握るだけ。それだけで高度な AI があなたの安全をバックグラウンドで見守ってくれるのです。すごい技術だけど、なぜそこまでしてカメラだけにこだわるのか、
実は自動車メーカーがこの技術を欲しがっているのにはとある事情が関係しています。悲しい現実ですが、飲酒運転による事故は後を絶ちません。少し休めば大丈夫。家まで近いから大丈夫。そんな油断が取り返しのつかない悲劇を生んでいます。もちろん、技術的な対策はこれまでもありました。皆さんもニュースなどでアルコールインターロックという装置を見たことがあるかもしれません。車に乗り込み、専用の機器に息を吹きかけて、アルコールが検出されなければエンジンがかかるという仕組みです。確かに確実な対策と言えるでしょう。しかし、普及しているでしょうか。正直なところ、ほとんど普及していません。理由は単純で、面倒くさいからです。急いでいる朝や仕事で疲れている夜に毎回機械に息を吹きかけなければ車が動かない。これはドライバーにとって大きなストレスです。さらに衛生面での抵抗感もありますし、他人の車を運転する場合はどうするのかといった運用上の課題も山積みです。安全なのはわかるけれど、自分の車にはつけたくないというのが多くの人の本音ではないでしょうか。では、ドアノブやハンドルに触れるだけで検知できるタッチセンサーはどうでしょう。これならストレスはありませんね。しかし、ここにはコストという巨大な壁が立ちはだかります。高度なセンサーを車内に埋め込むには、1台あたり数万円単位のコストアップが必要になります。ここで、自動車メーカーの苦悩が浮き彫りになります。現在、欧州の自動車安全テスト、ユーロ NCAP をはじめ、世界中でドライバーの状態監視を義務化する動きが加速しています。メーカーとしては、安全機能を強化しなければ、車が売れなくなってしまいます。一方で、今は EV シフトの真っ只中。電気自動車はバッテリーにお金がかかるため、メーカーは1円でも安く車を作ろうと必死になっています。安全規制に対応するため、新しいセンサーをつけたい。でも、コストが上がるのは絶対に避けたい。まさに、アクセルとブレーキを同時に踏むような苦しい状況。そこに現れたのが、今回の三菱電機の技術でした。新しいセンサーを買う必要はなく、今ついているカメラの中身をアップデートするだけでいい。この提案がどれほど画期的かお分かりいただけるでしょうか。ハードウェアというものを追加せず、ソフトウェアという知恵だけで問題を解決する。これこそが、コストと安全の両立に悩む自動車業界にとっての救世主となり得る理由なのです。三菱電機と聞くと、エアコンや冷蔵庫を思い浮かべるかもしれませんが、実は彼らは光と信号を扱うプロフェッショナル集団です。例えば、宇宙を飛ぶ人工衛星のセンサーや海底ケーブルの通信システム。このような絶対に故障が許されない極限環境での通信技術において、世界トップクラスの実績を持っています。今回の脈拍検知も、彼らが長年培ってきた微弱な信号の中から必要な情報だけを抜き出す技術の結晶です。当社はこの非接触センシング技術を何年も前から研究。過去にはスマホのカメラで自分の脈を測るアプリの基盤技術としても活用されてきました。長い時間をかけて磨き上げられたアルゴリズムを車載用にチューニングしたものが今回のシステムなのです。さらに運用面でのメリットはメンテナンスフリーであるという点。従来の呼気センサーは化学反応を利用しているため、センサー部分が劣化しやすく、定期的な部品交換や構成と呼ばれる調整作業が不可欠でした。トラックやバスの運行会社にとって、メンテナンスのために車両を止めることは、そのまま利益の損失につながります。一方、今回のシステムは特殊なセンサー部品のないカメラを使います。カメラ自体が壊れない限り、部品交換は必要ありません。ソフトウェアが劣化することもないため、
C 社購入時の性能を半永久的に維持し続けることができます。導入コストも安いだけでなく、ユーザーにとって維持費もかからない。この圧倒的な現場メリットこそが、プロの運送事業者や自動車メーカーから高く評価されている最大の理由と言えるでしょう。では、この技術の普及した先に、どのような未来が待っているのでしょうか。実は、三菱電機が見据えているのは、飲酒検知だけではありません。最後に、この技術がもたらす巨大な経済インパクトについて解説します。この技術の衝撃は、飲酒運転を防ぐことだけに止まりません。視点をもう少し高く上げてみましょう。実は三菱電機は、この技術をきっかけに、ある巨大な市場への扉を開こうとしています。その市場は、インキャビンヘルスケア。まず、足元のビジネスへの影響から分析しましょう。現在の自動車業界は、ソフトウェアデファインドビークルと呼ばれる変革のただ中にあります。少し難しい言葉ですが、簡単に言えば、車の価値がエンジンやタイヤなどのハードウェアではなく、スマホのようにソフトウェアで決まるようになるということです。これまでの常識では、新しい機能を追加するには、新しい部品を取り付けるのが当たり前でした。それに対し、今回の三菱電機の技術は、ソフトウェアを書き換えるだけで、普通のカメラが高性能な生体センサーに変わることを証明しました。これは、自動車メーカーにとって利益率を劇的に改善できる魔法のような話です。部品を買わずに機能が増やせる技術を持つサプライヤーは、コスト競争が激化する EV 市場において、メーカーから選ばれる最強のパートナーとなります。三菱電機は、単なる部品売りから、付加価値の高い安全ソリューションを提供する企業へと、その立ち位置を大きく進化させようとしているのです。しかし、私たちが注目すべきは、その先の展開です。想像してみてください。あなたの車が走る診療所になる未来を。今回の技術で脈拍が測れるようになったということは、応用次第で様々な体の異変を検知できることを意味します。例えば、長時間の運転による極度の疲労やストレスレベルの測定。さらには、心筋梗塞や脳卒中といった運転中に突然襲ってくる病気の前兆検知です。日本のように高齢化が進む社会では、高齢ドライバーの健康起因による事故が社会問題になっています。もし、発作が起きる前に車が脈拍の乱れを察知し、危険です。安全な場所に停車しますと自動で路肩に寄せ、救急車を呼んでくれたらどうでしょうか。もはや自動車産業の枠を超え、数兆円規模と言われる予防医療市場への参入を意味します。三菱電機の技術は、移動時間を健康チェックの時間に変える力を持っているのです。さらに、2030年代に向けて本格化する完全自動運転の時代にも、この技術は不可欠です。運転席に座る人がハンドルを握らずに映画を見たり、仮眠を取ったりする時代。システムは常に監視し続けなければなりません。この人は今、寝ているのか、それとも意識を失っているのか、緊急時に運転を変われる状態にあるのか、これらを判断するため、体触れずにバイタルデータを監視する技術は、自動運転車のデファクトスタンダードになる可能性が高いでしょう。三菱電機は今、長年培ったセンサー技術と AI を武器に、モビリティとヘルスケアという2つの巨大産業をつなぐ独自のポジションを築こうとしています。燃えない燃料を燃やすことにも似た、一見不可能に見える課題を技術で解決し、新しい市場を創造する。この潜在能力こそが、同社の真の価値なのかもしれません。最後に、今日のポイントを3つに整理しましょう。1つ目は、カメラだけで脈拍を見抜く技術。特殊なセンサーを使わず、映像だけで生体情報を読み取る魔法のような仕組みでした。
2つ目は圧倒的な経済合理性。ハードウェアを追加せず、ソフトウェアの力だけで機能を進化させる点は、コストにシビアな EV 時代の最適解と言えます。そして3つ目は、ヘルスケアへの拡張性。飲酒検知から始まったこの技術は、やがて車が私たちの健康を守る走る診療所へと進化する第一歩となるでしょう。この技術が普及すれば、悲しい交通事故が減るだけでなく、移動そのものがもっと安心できる時間になるはずです。皆さんは自分の健康状態を車で確認できるようにしたいと思いますか？安心だと思う方も、ちょっと監視されているようで怖いと感じる方も、ぜひコメント欄で率直な意見を聞かせてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。